皆様こんにちは、セリナです。今回は1月10日発売、アディクションザ・リキッドブラッシュフォギー、ザ・リキッドブラッシュグロー全色をアディクション様よりギフティングいただきましたのでレビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回はアディクションの新作リキッドチークを全色レビューしていきますので、自分のパーソナルカラータイプにおすすめな色を知りたいという方や、購入を検討しているけれど実物を試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るさが得意、暗さが得意、くすみが得意、鮮やかが得意など、自分の得意な特徴に当てはめてコスメを選びやすいように解説していきますので、少しでもコスメ選びの役に立ったら嬉しいです。また同じく1月10日に登場するアディクションの春コスメは別の動画でご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アディクションザ・リキッドブラッシュフォギー、顔立ちまで洗練へと誘う溶け込む血色感。クリアな発色とソフトフォーカスされたようなボギー質感で簡単にフレッシュな印象に仕上げるリキッドチーク。きめ細かい膜を作り、頬の潤いを守るクリーミーなテクスチャーです。001ピロードリームはイノセントな印象のベビーピンク。002ソークッシーはニュートラルなソフトローズピンク。003テンダーサンセットは夕日のような優しさのコーラルピーチ。004アットバルコニーはゴールドが潜むスローなベーシュ。005オーバケイは表情に溶け込む赤みのモダンベーシュ。006ブランドニューユーは紅葉を語る血色感のレッド。007ストレイガールはモダンな印象のグレープモーブ。008ブロッサムキャナルはブルーとピンクが艶めくベリーピンク。それでは1色ずつ実際に頬の上にのせてみて、それぞれのパーソナルカラーと質感をご紹介していきます。001ピロードリーム、パーソナルカラーに分けるとブルベ夏におすすめ。明るく淡いベビーピンク、パールやラメは感じないソフトマット質感です。ブルベ夏の中でも淡く柔らかなカラーが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けるとライトサマーに特におすすめです。こちらのチークはとても肌なじみが良くてカラー調整もしやすいので、直接頬の高い位置にのせて指で軽くタップしながらぼかしていきます。パウダーまで塗ってある状態の肌にのせていますが、こんな感じで簡単に馴染んで均一にカラーが伸び広がってくれます。一度塗りの時点だとこんな感じで、このくらいナチュラルなイメージにも仕上げられます。もう少し重ねて色を出していきます。重ねる時も直接頬の上に乗せてぼかしていくと調整しやすいです。はい、001のピロードリーム、両方の方に何度かしっかり重ねて仕上げてみました。ツヤに寄りすぎずマットになりすぎない、肌に溶け込むような質感がとても絶妙で綺麗です。かなり明るめのカラーなので光が当たると反射でつるんとしている感じがしますが、近くで見てもこんな感じでパールやラメは入っていないので毛穴が悪目立ちしないのはもちろん、凹凸をぼかして毛穴を目立ちにくくするソフトフォーカス効果もあるとのことで、チークなのに毛穴の目立ちを解消してくれている感じもします。みずみずしい質感で簡単に伸びるので、カラーが溜まったりベースメイクがよれる感じもしなくて、リキッドタイプのチーク初心者の方にもすごく使いやすいんじゃないかなと思います。重ねていくとしっかり発色を楽しむこともできたので、
明るいニュアンスを保ったまましっかり発色するチークを探しているという方にもとてもおすすめです。001は絶妙な青みが顔全体を自然にトーンアップしてくれる感じがとても綺麗です。002ソークシー。パーソナルカラーにおけると、イエベ春、ウルベ夏におすすめ。黄みにも青みにも寄りすぎない明るいピンクカラー。こちらもパールやラメは感じないソフトマット質感です。イエローベース、ブルーベース問わず、明るく華やかなカラーが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ブライトスプリング、ブライトサマーに特におすすめです。頬の上にのせるとこんな感じです。明るいピンクカラーですが、重ねていくとしっかり発色も楽しめます。顔色をパッと明るく見せてくれるニュートラルピンクです。近くで見るとこんな感じで、001と同様、ふんわりとしたソフトマット質感なので、毛穴用凸をきれいにぼかしてくれています。003テンターサンセット。パーソナルカラーに分けると、イエベ春におすすめ。明るく柔らかいニュアンスのピーチカラー。こちらもパールやラメは感じないソフトマット質感です。イエベ春の中でも黄みが強く明るいカラーが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトスプリンク、ウォームスプリンクに特におすすめです。肌の上にのせるとこんな感じです。明るいオレンジ寄りのピーチカラーです。ふんわりした質感と相まって、春のオレンジメイクにもぴったりなカラーだなと思います。近くで見てもこんな感じで、こちらもパールやラメは感じないソフトマット質感です。004アットバルコニー。パーソナルカラーに分けると、イエベ秋におすすめ。落ち着いたベージュカラーのベースにゴールドの微細ラメが輝きます。イエベ秋の中でもくすみ感や落ち着いたニュアンスのカラーが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドオータム、ウォームオータムにおすすめです。肌の上にのせるとこんな感じです。何度かしっかり塗り重ねても、とても肌なじみのいい落ち着いたベージュカラーなので、色が主張しすぎずに大人っぽいニュアンスにまとめてくれます。アイメイクやリップにしっかり発色するアイテムを使った時のバランスを取るチークとしても活躍してくれそうです。そしてこちらにはソフトマットな質感の上に微細なゴールドのラメが入っていますが、近くで見てもこんな感じで、ラメはとても微細なので丸目立ちすることなく、001から003と同様、毛穴や凹凸を感じさせないふんわりした肌を演出してくれます。顔を動かすと絶妙に艶っぽく光る感じがベージュの中に自然な立体感をプラスしてくれて綺麗です。005オンバ系。パーソナルカラーに分けると、イエベ秋におすすめ。赤みの強いブラウンカラー。パールやラメは感じないソフトマット質感です。イエベ秋の中でも強くはっきりした色や深みがある色が得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ストロングオータム、ディープオータムにおすすめです。頬の上にのせるとこんな感じでした。手元で見ると結構深みの強いブラウンカラーなので少し難しそうかなと思われる方も多いと思いますが、頬の上にのせるとブラウンの中に入っている赤みがしっかり出てきてくれるので、大人っぽく落ち着き感もありますが、じわっとした血色感も同時に叶えてくれて、とても可愛いブラウンチークだなと思いました。近くで見てもこんな感じで、こちらはパールやラメは入っていないソフトマット質感です。006ブランドニューユー。パーソナルカラーに分けると、イエベ秋、ウルベ冬におすすめ。黄みにも青みにも寄り切っていないレッドカラー。パールやラメは感じないソフトマット質感です。イエローベース、ブルーベース問わず、濃さや鮮やかさのあるカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ストロングオータム、ビビットウィンターにおすすめ。頬の上にのせるとこんな感じです。こちらはカラー自体がかなり鮮やかなタイプなので、一塗りでもこのくらいしっかり発色を楽しむことができました。他のカラーよりも少量で仕上げるのがおすすめかなと思います。近くで見てもこんな感じで、こちらもパールやラメが入っていないマット質感です。高発色のタイプですが、色ムラになっていないところがすごく優秀ですよね。007ストレイガール。
パーソナルカラーに分けると、ブルベ夏におすすめ。くすみニュアンスの寒色系モーブカラー。ブルベ夏の中でも、くすみ、青みが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマー、クールサマーに特におすすめ。頬の上にのせるとこんな感じです。こちらも手元で見るとかなりダークなイメージなので難しそうなカラーに感じますが、頬の上に伸ばしていくとこんな感じで、絶妙な深みとくすみ、そして透明感を引き出してくれる、とても今っぽいカラーに変化します。こちらもとても発色がいいので、一度塗りでもこのくらいしっかり色が乗ってくれます。近くで見てもこんな感じで、パールやラメが入っていないソフトマット質感です。008ブロッサムキャナル。パーソナルカラーに分けると、ブルベ冬におすすめ。青みの強い鮮やかなピンクのベースに、ブルー、ピンクの微細ラメが輝きます。ブルベ冬の中でも、鮮やかなクリアカラーが得意な方に特におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビビッドウィンター、クリアウィンター、クールウィンターにおすすめ。頬の上にのせるとこんな感じです。こちらも見た目だとかなり鮮やかなピンクパープルですが、頬の上に伸ばしていくと、パープルのニュアンスは抑えられて、青みの強い鮮やかなピンクカラーに発色します。そしてこちらにはピンクやブルーの微細なラメが入っていますが、近くで見てもこんな感じで、やはりラメはとても肌なじみがいいので、毛穴や凹凸を気にせずに使うことができます。ただ、この微細なラメの効果で光を反射してクリアな印象に見せてくれるので、鮮やかさと透明感を叶えてくれます。アディクションザ・リキッドブラッシュグロー。頬が引き上がったような張り、艶高い血色感。メリハリを簡単に作り、溢れる透明感で表情を刷新するリキッドチーク。美容液 90% 以上配合の頬に潤いを与えるみずみずしいテクスチャーです。001モーニングドーズは至福のまどろみを表現したコーラルピンク。002スロームードは希望を感じるイエローオレンジ。003スイートナーは甘くメロウな意志を語るモーブピンク。004ザ・ヒーリングはピュアな印象のアンティークローズ。005インナーパッションはアンニュイに色づくライトボルドー。それでは1色ずつのパーソナルカラーと実際の質感をご紹介していきます。001モーニングドーズ。パーソナルカラーに分けるとイエベ春におすすめ。明るく黄みの強いピンクカラー。パールやラメではないリキッドのみずみずしいツヤ質感です。イエベ春の中でも明るく華やかなカラーが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けるとブライトスプリングに特におすすめ。こちらもフォギーと同様、直接頬の高い位置に乗せてタップしてなじませていきます。グローはこんな感じで、フォギーよりもさらにみずみずしくてツヤがしっかり出てくれるので、カラーの調整もさらにしやすいです。こんな感じで周りをぼかすだけで簡単にグラデーションになってくれます。両方の方にのせるとこんな感じです。先ほどご紹介したフォギーもかなり肌なじみが良く伸ばしやすかったですが、グローはさらに透けるような質感なので、より簡単に素早くなじませることができました。とてもみずみずしい質感で張りとツヤを感じる肌を演出してくれます。近くで見てもこんな感じで、これだけみずみずしいツヤが乗っているタイプだと、どうしても色ムラができたり、ファンデーションがよれてしまうことが多いですが、こちらは色ムラやベースメイクのよれを気にせずに使えるタイプです。伸ばしていくとベタつく感じはしませんが、若干厚みがあるテクスチャーなので、透け感は残しつつ、しっかり肌に留まってくれるところがすごく優秀だなと思います。こちらにはパールやラメが入っていなくて、リキッドの質感のみでツヤを演出してくれているので、パールやラメで作ったツヤが苦手という方にもおすすめです。ハイライトなしでもツヤツヤの肌に仕上げてくれます。002スロームード。
パーソナルカラーに分けると、イエベ春におすすめ。明るく鮮やかなイエローカラー。イエベ春の中でも黄みが強く、明るいカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ウォームスプリングにおすすめ。頬の上にのせるとこんな感じです。かなり鮮やかなイエローカラーですが、頬の上にのせると絶妙な透け感が出てくれるので、温かみをプラスしたい時のチークとしてはもちろん、もともと頬に赤みが出やすいタイプの方に使うと、血色感と黄みが合わさって、とてもバランスの取れた頬を演出してくれるんじゃないかなと思いました。近くで見るとこんな感じで、こちらもパールやラメは入っていないタイプです。003スイートナー。パーソナルカラーに分けると、ブルベ夏におすすめ。明るく青みの強いラベンダーカラー。ブルベ夏の中でも特に青みが強く、明るいカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、クールサマー、ブライトサマーに特におすすめ。肌の上にのせるとこんな感じです。かなり青みの強いラベンダーカラーに感じますが、頬の上にのせると絶妙に血色感も乗ってくれるので、単色塗りでも透明感をぐんと引き上げてくれるチークとして使いやすいです。こちらもかなりツヤツヤな仕上がりですが、近くで見てもこんな感じで、パールやラメは入っていないのでとても使いやすいと思います。004ザ・ヒーリング。パーソナルカラーに分けると、ブルベ夏におすすめ。くすみニュアンスの効いた落ち着いたローズピンク。ブルベ夏の中でもくすみカラーが得意な方に特におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。頬の上にのせるとこんな感じです。見た目よりも少し明るめに発色するので、くすみ感があり落ち着いたカラーですが、肌全体が沈んでしまうことがなく、絶妙に明るさを出してくれるところがとても使いやすいなと思いました。ツヤツヤ質感と落ち着いたカラーのバランスがとてもいいですね。近くで見るとこんな感じです。005インナーパッション。パーソナルカラーに分けると、ブルベ冬におすすめ。明るめのボルドーカラー。ブルベ冬の中でも鮮やかさや深みがある色が得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビビッドウィンター、ディープウィンターにおすすめ。頬の上にのせるとこんな感じです。こちらはグロータイプの中で一番発色がしっかりしていたので、他のカラーよりも少しの量でこのくらいしっかり発色を楽しむことができました。それでもこんな感じで、全然色ムラも気にせずに伸び広げることができました。続いて、フォギーとグローの仕上がりを比較するとこんな感じの違いです。こちら側にはフォギーの002、こちら側にはグローの004を塗っています。比較をするとよりそれぞれの質感の違いがわかりやすいですよね。フォギーは頬をふんわりと染め上げながらも、重ねていくことにカラーの調整ができるタイプで、毛穴や凹凸をふわっとぼかしてくれるような仕上がり。グローはじゅわっとした質感と立体的なハリツヤ感を楽しめます。それぞれ近くで見てもこんな感じで、チークが毛穴に溜まることなく綺麗に馴染んでくれています。毛穴レスなふんわり柔らかい肌を演出したい方はフォギーがおすすめ。立体的でツヤツヤな張りのある肌を演出したい方はグローがおすすめかなと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらもカラーが溜まることなくとても綺麗です。フォギーはより毛穴や凹凸を感じさせないような滑らか肌。グローは立体的なツヤがよりわかりやすいと思います。はい、ではこんな感じで1月10日発売、アディクションの新作リキッドチークを全色レビューしていきました。フォギーもグローもカラーの可愛さはもちろん質感がとても優秀で、どちらもカラーが溜まったり色ムラになることなくスルスル伸び広がってくれるのに、ベースメイクがよれる感じもしないところがとてもいいなと思いました。とても素敵なアイテムだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。